やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRN のスイッチ付き新商品、TRN MT1Max。MT1Max は、TRN の低価格シリーズ、1ダイナミックドライバの MT1 シリーズに、なんと2000円を大きく切る価格でスイッチギミックを搭載した、挑戦的なイヤホンだ。ベースになった TRN MT1 シリーズは、低価格の1ダイナミックドライバ機の定番モデルの一つで、TRN らしい、残響が少なく、ハキハキとした鳴り方で、高音域から低音域までしっかりとこなせる音色になっている、こだわりなかったらこれで万事うまくいくレベルのモデル。KZ に比べると、若干力強さの足りない音色なんだけど、それゆえにハキハキと全体のスピード感のある雰囲気を持っていて、TRN の価格的にも音色的にも入門モデル、と言える一台だ。MT1Max は2000円を大きく切る価格ながら、そんな堅実な定番機、MT1 に、そのまま切り欠き入れてスイッチをぶっ込んだような、かなり挑戦的な構成になっている。この価格でスイッチ付きのモデルは他に知らない。ライバルは、一回り価格が高い、KZ-D-Phi だけど、D-Phi より明らかにスイッチによる音質変化が顕著なので、スイッチの威力を知りたい、という人はこっちがおすすめだな。さらに、プラスのポイントとして、TRN の上級イヤピ、TIPS の M サイズがついてくる。TIPS は、TRN らしくないイヤホンでも、どこか高音域側の量感を TRN らしいドライかつスピード感のある音色に変化させるもので、メリハリの足りないイヤホンに使うと、一気にそこら辺の不満を解決してくれる、優秀なイヤーピースだ。問題はすでに TRN が作った TRN っぽいイヤホンに使用すると、TRN らしさがオーバーフローして音が最悪刺さることなんですけどね。MT1 シリーズは、全体に程よいバランス感を持った音色のイヤホンだ。TIPS を足しちゃうと、高音が攻撃的になりすぎちゃって、一部女性ボーカルの発音が妙に耳に突き刺さるようになる。なので、上級イヤピだからってこれだけしか使わないのではなく、同時に標準付属のイヤピも使うと、MT1Max の実力が最大限に発揮できるだろう。スイッチは左右ともに操作しやすい配置になっていて問題なし、高中低音とかゲインスイッチのように明確に役割が振られておらず、しかも、すべてのスイッチをオフにすると、なぜか一切音が出なくなる謎仕様だ。謎仕様だけど、しっかりマニュアルや反則画像などで、それぞれのスイッチ状態の傾向が示されているので、おとなしい音にしようとして、スイッチ全オフにすると、音が一切出なくなる、という怪しいポイントを承知の上でスイッチを切り替えて遊んでくれ。さて、この MT1Max、全体的には、良いイヤピがついて、スイッチがついた、堅実な MT1 シリーズの次世代モデルなんだけど、1点、突っ込みどころがある。それは、本体ではなく、ケーブル側の印象で、付属ケーブルの使い勝手がかなり悪くなったんだ。どうして？いや、本当にわからない。従来の TRN は、エントリークラスのイヤホンに、真っ黒な変素ケーブルを付属させていた。高音域側が優しくなってしまい、TRN イヤホンのポテンシャルを発揮するのが難しくなる、ある意味リミッターみたいなケーブルだったんだけど、少なくとも取り回しは良いケーブルだったんだ。MT1Max に付属する新ケーブルは、一見 KZ の最近の標準ケーブルに似てるんだけど、実る形は KZ の古の2010年代ケーブルみたいな仕様になってる。つまり、表面抵抗が非常に大きい、ゴムゴム感の強いケーブルだ。音質に関しては従来モデルとそう変わってないみたいなんだけど、最新機種 MT1Max を触ってるはずなのに、久しぶりに KZ の初期のイヤホンでも引っ張り出してるような感覚に陥った。これ、今後の TRN 低価格モデルについてくる、なんてことはないよな？というわけで、なぜかケーブルが10年ほど交代したものの、それ以外の仕様に関しては、なかなか面白そうなものだ。音質について軽く触れていこう。基本的には、MT1 系らしい、安定感のある音色、1ダイナミックドライバながら、ハキハキなってくれる高音域、ボーカルが少しドライながら、よく聞こえる中音域、そして、TRN らしい、あっさりとした低音域だ。スイッチによって、これらの音色の配分を変えることができるので、その変化は一聴でわかるくらいのバランスにもなっており、ベーシックなイヤホンの音変化仕様として、面白いものになっている。音の印象の変わり具合は、ジョイオディオ社員ほど極端ではなく、D-Phi ほど小さくもない、ちゃんと体感できるいい塩梅だ。唯一言っておきたいのは、ベース最強モードにしても、あんまりサブベース側は強くないこと。TRN 製のイヤホンの調整をいかに強烈にスイッチで変化させても、TRN はやっぱり TRN ってことなのかもしれない。
MT1MAX は、スイッチによる変化を知るために優秀なモデルだ。スイッチなしの MT1 Pro 系から、その性質を引き継いでいて、おまけにハウジングも大きな変化がない。強いて言うなら、なぜか解約されたケーブルが不満なくらいだけど、そこはまあ、ケーブル変えるし、というわけで、スイッチに興味がある人、DRN の程よい1ダイナミックドライバモデルを聞きたい人におすすめだ。音の詳細なレビューについては、DRN MT1 もしくは MT1 Pro のレビューを見てもらえるといいと思う。爽やかな音色の、DRN らしさみたいなものを、1ダイナミックドライバで表現できてるモデルだぞ。ただ、もう一つ注意すべきところがあって、MT1MAX は、側面に風穴を開けて、そこにスイッチを配置する仕様の都合なのか、あんまり接着剤を多用できない仕様になってるのかもしれない。そのせいで、開封して放置してたら、いつの間にか左のフェイスプレートがどっか行った。接着剤不足か、あるいは忘れてそう。また、この仕様のせいなのか、QDC 端子がぐらついていて、こういうところはちょっと設計を改善するべきだと感じたな。とはいえ、最安のスイッチ付きモデルとして、まだまだ本気は実験段階と言える。実験段階のモデルだとしても、全然問題ない価格の安さも忘れちゃいけない。こういう、すべてに手が届いてない闇鍋時代の製品が一番面白かったりするんだ。君の TAH-MAX、スイッチ設定はどうする予定かなといったところで今回はここまで。